皆様、本日はこちらのもやしと白菜、そしてめっちゃ安かったんですよ。こちらの牛肉を使ってもやしと白菜と牛肉のやみつき旨味蒸し、結構簡単、すっごい簡単にできる、こちら作っていきたいと思います。でね、今回やばいんだよ。このね、牛肉がね、グラムあたり138円で豚肉とかよりも安くて、やったぜと思って、やっていこうかなと思います。今回約 500g ですね。で、もやしも500あって、白菜も少々あるから、使う分量的には1キロ。だけど、ほぼ水分だから、すぐなくなっちゃいます。はい、じゃあやっていきます。じゃあまずもやしはこれ軽く水洗いしときます。もやしはちょっと最初にね、僕はいつもちょっと独特のね、臭みがあるっていつも言ってると思うんだけど、それをね、流したいので、早めに水洗いだけしときます。じゃあ流水で流してざるに切っときます。もやし。ほいで、お次はお肉なんだけど、俺はこちらのお肉に下味を最初つけるんだけど、見て、こちらの、今ちょっと冷蔵庫にあったこの、生の醤油麹。こちらをちょっと今回醤油の代わりに使おうかなと思ってるんだけど、別にこれじゃなくても大丈夫です。ただこれをつけたらね、ちょっと柔らかくなって旨味もアップなので、もし普通にね、これスーパーとかに売ってるので、あればね、大丈夫です。なかったら普通にお醤油で大丈夫なんで、醤油麹を、じゃあ大さじ2杯分入れます。お酒、大さじ2杯。みりんも大さじ2杯。ちょびっと塩コショウして、でここにニンニク、こちらチューブで大丈夫なんで、こちら小さじ1杯ほどで大丈夫です。ニンニク。これらの材料を入れたら、ちょっと混ぜ合わせて、なじませときます。はい。そしたら、お次は、白菜の準備します。白菜。で、今回丸々は使わないんで、白菜で残ったら普通にお鍋にもいいし、お味噌汁の具材とか、あとね、生で食べてサラダにも美味しいので、でね、あれだサラダ。あれめちゃくちゃ好評なんで。美味しいんでね、ぜひぜひ。概要欄貼っときます。はい。で、俺ね、豆知識。ここで豆知識。今回白菜全部使い切らないんですけど、白菜ってじゃあどう使うかのがいいかって言ったら、この中、内側だけ使った方がいいみたいです。内側にね、旨味をどんどん外から内側に引っ張ってくるらしいんですよ。なんで、最初にね、内側のやつを使ってあげたら、これ以上ね、旨味を吸収しなくなって、外側もね、美味しく食べられるので、まずね、白菜全部使い切らないんだったら、内側だけ、こういう風に取ってあげて使ってあげるのがいいみたいですよ。あと白菜にはね、旨味成分も豊富なんで、これくらいでいいかな。で、こちらはちょっと残りはサラダに使うなり、何かしらに別に使いたいと思います。で、ちょっと白菜水洗いだけしときます。じゃあ白菜は、今回はちょっとサラダに使うときと同じ感じで、細長くカットしていきたいと思います。で、ちょっと柔らかい葉っぱの部分は適当な感じで大丈夫。OK。じゃあ白菜カット終了で、もやしも水切って、こちらも下味つけてるので、で、あとね、こっち、生姜。これは生のやつをすりおろしました。結構たっぷりめに用意してあげた方が美味しいと思います。臭み消しにもなるしね、旨味、あと体もあったかくなるので、寒い時期にはぴったりですね、生姜は。こんだけ材料の準備ができたら、火にかけていくんですけれども、じゃあ、フライパンまだ火にかけてないんですけど、ここにも、もやし全部入れちゃいます。今回蒸しちゃう感じになるので、材料を、最初もやし引いて、で、次、白菜。せいろ蒸しとかね、は、上のね、お肉とかを置いて、その、肉の肉汁が下の野菜に染みていく感じになるので、そういうのを意識して、このもやしとかに最終的にお肉の旨味をね、吸収してもらおうかなと思っております。生姜。
ヒントがあった。はい、生姜。これはね、たっぷりめに入れます。大さじ1杯よりちょい多いかなぐらいです。たっぷりの方が個人的にはおすすめ。で、ここに、先ほどの下味付けたお肉。もうデンとのせちゃって。今日はね、もうこの用意さえしとけば、あとはちょっとほったらかして、別の作業もできるよって感じにしようかなと思っております。で、火入れなんですけれども、ちょっと最初は、強火で2分ほど火をかけて、ちょっともやしをね、くたっとさせて水分出していきます。で、その後に蓋をして蒸し焼きにしていきます。ただ特に触るようなこともないので、このままで大丈夫。で、まあ、先ほど2分ほどっつったんだけど、ここね、もうだいぶ蒸気が上がってきましたね。これを目安で大丈夫です。こんな感じでね、カメラに映ってるかわかんないんで、映ってるね。これ隙間からね、蒸気が上がってきてると思うんで、そしたら、蓋をして、で、時間はとりあえず目安として5分にするんだけど、まあ、量も多いんで、火は中火にして、まず5分様子を見ます。で、ちゃんとね、蒸気で上のお肉も蒸されて色が変わるのを待ちたいと思います。で、今5分経ったんだけど、わかるかな？まだちょっと赤いんですよ。なんで、もう3分ほど追加しておきます。で、だいぶ水分があるんで、そんな焦げ付きとかも心配しなくて大丈夫です。上からのね、落ちてくるのと、あと、もやしと白菜からめっちゃ水分が出るんで、もう蓋開けずに、この状態でもう3分だから合計8分ですね、やっときたいと思います。はい。ということで、8分間やったらこんな感じですね。すばらすばら。もうお肉と生姜のね、香りが。合わさった香りがほんと美味しそう。いいですね。そしたらちょっと混ぜ合わせてあげてください。お肉もね、こんな感じで、ムラなく火は入ってるね。よいしょ。とってもいい感じです。はい、そしたらちょっと一旦ここで味見だけしてみます。だとね、最初の下味プラス野菜から出てる水分なんで。はい。では、今味見した感じ、これだけでもね、十分、しっかりとね、旨味は感じられるので、ここに、オイスターソース。さらなる旨味を。そう。大さじ1でいいですね。はい。オイスターソース大さじ1。あと、お醤油を、もう大さじ1杯。最後ね、ここで味付けしていきます。これ醤油麹使ってるか使ってないかで、まああるかもね。ちょっとね、味の薄さ違うよね。この濃さはね、もうお好みの量にしてあげてください。とりあえず、オイスターソースは大さじ1入れて、あとは、お醤油とかは皆さんのお好みで。OK かな。こんな感じで混ざったら、よっしゃ。じゃあ、再度もう一回ね、味見だけしておきます。で、味見した感じ、もうちょっと塩気が欲しかったんで、もう大さじ1杯お醤油入れときます。だから、最後追加で僕は大さじ2杯。まあで、一応じゃあ最後に、僕たちはお醤油を2杯追加した感じですね。OK かな。はい、そしたら一旦今火を止めた状態で、こちら、水溶き片栗粉。一応ね、片栗粉は大さじ1にしてます。はい、で、適度にとろみをつけちゃいます。はい。水溶き片栗粉を入れて軽く混ぜたら最後、火を強火にして、で、今回はがっつりとろみってよりもちょっと、辛みが良くなるかなって感じにしたいので、そんなにめちゃくちゃなとろみをつけなくても大丈夫。ただまあ水溶き片栗粉を入れた後はいつも言ってる通り、しっかりね、火は通さないと、時間経つとね、すぐまた液体に戻っちゃうので。すごいね、でも基本的に野菜の水分だけなのにこんだけ出るんだから、やっぱもやしと白菜はすごい水分が含まれてる。ということで、今回のもやしと白菜と牛肉のやみつきうまみ蒸し完成。最後にブラックペッパー。そう、ブラックペッパーと、あとまあ彩りでね、青ネギとか散らして、ちなみにこれマヨネーズともすごい合いますので、お好みで。では実際食べていきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。もう香りがいいんいだけど。や、もうやばい。では、乾杯。乾杯。いい。うまい。ああ。じゃあ今日はこうちゃんかこれら。からいく？じゃあもうご飯にね、直接。では、いただきます。
どう？抜群。抜群。ご飯に合うわ。合う。ちょっといただきます。うますぎる。これ黒胡椒たっぷりかかってるところめっちゃいいわ。うますぎる。コクが、うまみがすげえうまい。なんかほんとまあオイスターも入ってるからか、和食と中華の間みたいな感じのね。これはうますぎる。ちょっとマヨネーズこうちゃんかけていい？ほんの少しさらにコクをプラス、もう十分もうコク深いんだけど、俺もやりたい。ほんの少しだけ。これくらいかな。ちょっとだけ。はい。じゃあちょっとマヨネーズね。はい。まあ合わないわけがない。もう危険な食べ物になったいっぺんに。もうご飯が進みすぎる。オイスターとマヨの相性ってめっちゃいいもんね。うわうまっ。しっかり旨味もあるけど、どちらかといえば優しい味付けだからさ、めっちゃいいわ。あと牛肉がめちゃくちゃ柔らかいの。っていうぐらい。で、あとさ、一緒にやってるけどさ、肉も生の状態から一緒にやってるからさ、肉の臭みとかもね、やっぱ最初さ、お酒とかで揉み込んで臭みを消してるのと、あと、生姜をめっちゃたっぷり入れてるから、生姜はね、ほんと多めぐらいがいいと思います。もうご飯に合うのはもう分かってたけど、こんなに合うんだったらもう丼で、ね、食べたい。ほんとでもちょっとあっさり気味の旨味の強い牛丼って感じだもんね。もうご飯の上にのしちゃったら最高です。あとね、このね、とろみ加減がもう抜群なんですよ。とろみすぎてないんだよね。なんだろう、この絶妙加減がちょっとすごすぎる、こうちゃん。あっという間でした。まだ少し残ってるから、こうちゃん。それでもうご飯いっぱいいける。めっちゃ美味しかった、ほんと。ということで、本日はですね、ほぼほったらかしでできる、もやしと白菜と牛肉のやみつきうまみ蒸しをこうちゃんに作っていただいたんですけど、本当にね、やっぱすごいなと思ったのは、ほったらかしでできた味とマジで思えない。本当に味付けが美味しいのと、もう超絶ご飯が進みます。めちゃくちゃ。で、なんかね、今までのさ、こうちゃんの料理ってさ、歯応えを残してくれてるのが多いじゃん。このね、くたっとしたね、もやしとね、白菜も、まあ、うまいんですよ。で、牛肉の旨味も吸ってるし、で、やっぱね、醤油麹が効いてるんだろうね。本当にお肉が柔らかくて、あともう臭みも全くないんで、めちゃくちゃ美味しいです。ほんとお店で食べてるような感じ。でもない、こういう料理なかなか。食べたことがない。さすがだなと思いました。本当に美味しかった。で、しかも安いしね。安いし、これにだってほぼほぼ無水調理みたいなもんだから、ね、水煮片栗粉しか入れてないから、ほんと野菜の水分だけでこれだけの水分出てるから、栄養もすごいあると思うし、で、あとまあ今回一応醤油麹を使ってみたんだけど、もしなくても普通にお醤油だけでも全然代用はできるので、ぜひぜひ作ってみてほしいです。その時はただ味の濃さだけ。そうだね。醤油麹ってメーカーさんによって味の濃さがちょっと違うんですよ。なんで薄味なのか濃い味なのかっていうのは皆さんでお好みで最後醤油足すか足さないかは決めてあげてください。でもまあ醤油でやればね、そんなに問題はないと思う。下味の段階まではずっと一緒でいいです。最後のね、味見した時の味付けだけ注意してくれれば大丈夫です。ということですね。はい。ということで本日はもう以上になります。もうご飯に超絶進むんで、お子さんにもね、めちゃくちゃ喜んでいただけると思います。はい。以上になります。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。